さて、ダークソウルズの仕組みを逆輸入し、現代風キングスフィールドを掲げて作られた作品が、現在デモ版公開中とのことで、今回はベルフォの紹介を行います。こちら Steam ストアページにもドドンと書かれている通り、キングスフィールドリスペクトなダンジョン RPG です。キングスフィールドは今やエルデンリングで大人気のフロムソフトウェアによる初期作で、プレイステーションで発売されていました。独自の雰囲気を保ちつつ広大な世界を旅する内容で、当時とても影響力があったファミ通にて、1、2作目は高得点を叩き出していました。しかし3作目で急に得点を下げられました。おそらく1作目から根本的なシステムは変わっていないため、各記者たちに飽きが来たのか、あるいは別のゲームを見た後で目が肥えていたのか、偉そうな辛口コメントでレビューされていました。ただしその後の有名な話として、デモンズソウルもファミ通で得点が振るわなかったが、世界的に高評価となり、ダークソウルズへ繋がったというものがあります。ファミ通側は難しすぎるから得点を下げたが、フロムソフトウェアは一メディアに何を言われようと、そのスタンスは変えなかったわけです。それが功を奏したのか、ユーザーに受け入れられ、難しくて面白いという一ジャンルを作り上げ、今や世界的に超人気ゲーム開発会社になりました。キングスフィールド3の後も続編の4や外伝、シャドウタワーといった同じ形態の作品をいくつも出されています。またいずれフロムソフトウェアから一人称視点のダンジョン RPG が出ないかと期待したくもありますが、よほどのことがなければ売れているダークソウルズ路線になるのでしょう。あるのであれば、モッドで一人称視点にするとかでしょうか。といったことから、キングスフィールドはフロムソフトウェアの初期作であり、ダークソウルほど有名ではありませんが、世界的に見るとファンも多いわけです。なおかつ今や失われたスタイルでもあり、新作を待ち望む、あるいは懐かしむ人もおり、キングスフィールドライクな作品は、Steam で一定の人気を得られる傾向にあります。今作ベルフォはまだデモ版であり、そこまで知名度がないためか、評価数は少ないものの、97% に非常に好評、70件ほどで、皆レビューでキングスフィールドの名を挙げているくらいです。ゲームの特徴はまず戦闘面の再現です。キングスフィールドというと武器の振りのゆっくりさが特徴で、敵との距離感が何よりも重要です。そこらの雑魚敵と何度も戦い、間合いをつかむところから始まります。美術面もキングスフィールド風であり、あえて昔のグラフィックスになっています。ただキングスフィールドの見た目を現代風にしようとすると中途半端感が出て敵の密度などスカスカ感が出てしまうかもしれません。作る側からしても昔風の表示にするというのはコストが安く済むし、それでも受け入れられるというのは助かりもします。またダークソウルズの仕組みを逆輸入しているという点が大きな特徴です。かがり火システムがあり、セーブポイントで休むと今まで倒した敵が瞬時に復活します。それにより何度でも雑魚敵と戦い、経験値やアイテムを得られます。レベルアップもダクソ式で好みのステータスを上げられ、独自の構成が作れます。加えて背景オブジェクトも復活するのが面白い点です。そこらの樽が元に戻り、中のアイテムも毎回ランダムです。結構お金やポーションが入っているため、序盤は壊しまくると良いです。他にアイテムや魔法選択も十字キーで切り替えるダークソウルズ式です。一点敵に倒されると最後にセーブした状態に戻されるというのはキングスフィールド形式となっています。あとは序盤のちまちま育成はダンジョン RPG さながらのバランスです。結構レベルの上がりが早いものの、それでも敵は強めのため、何体か倒したらかがり火に戻り、回復しレベルを上げるをしばらく繰り返す形となります。これが成長を感じられる部分でもあり、面白いわけです。装備や魔法は必要ステータスに達していないと使えない系のため、レベルアップが楽しみになります。それとこのゲームタイトルベルフォはマスクを意味する言葉であり、このゲームはマスクを主軸に構成されています。現状日本語がないためストーリーはよくわかりませんが、初めにマスクを選び職業を決められます。また道中もマスク変更システムみたいなものもあります。何か失うが得られるものもありそうで、キングスフィールド系のシンプルさなのに戦闘がより面白くなる仕組みです。といった具合に開発の方は現代風アレンジのキングスフィールドを掲げ作られており、ファンからも好評でその試みは見事成功されていると言えることでしょう。現在はデモ版が Steam で公開されており、なんと 4,5 時間は遊べる内容になっています。また PC 以外として Switch、PlayStation、Xbox での発売も計画中とのことです。そこまで重たいゲームではなく、お持ちの PC でも動くとは思うため、気になる方はチェックしてみてはいかがでしょうか。
というわけで一体どんなゲームシステムなのか、実際にプレイした様子をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。そう、オープニング付きですね。こいつきなのが、ルナシッドライクだな。街中は皆、人がぶっ倒れてますが。何があったんだ？呪いか？さあ、なんか仮面が、全部で7つぐらいあんのかな。これを集める的な話か？初めの武器かな？いや、マスクか、これは。なんか選ぶんですか？チェック。私は、なんだって？ブラウラー？画面左が性能のようだね。戦士っぽいけど、他も見てみようか。一番奥のこれ強そうじゃないか。フォゴットン、失われた何か。レベル1からだ。こういうキャラの方がいいんじゃないの？アサシンかなこれ。シーフね。レベル11。これは学者っぽいね。魔法でも使えるのか。スクーラーね。やっぱここはこれでしょうね。レベル1から。剣のようだね。RT。もしくは長押し。画面左上は溜め具合かな。これで切れますと。ふい。お、ボスか。RT ぶった切ると。うらうわー。敵のライフは画面左下ですかね。なかなか切り応えあっていいね。で、スタミナがないのがいいかな、今んとこ。いや、あるかもしれませんけどね。どんどん切れる。うわー。あれ？武器どこ行っちゃった？ LB でディフェンス。できない時もあるな、LB。反応があんまり良くない。クールタイムはちょっとあんのかな。ロットンバリー。腐った村。誰かいますね。あ、これは虫かな？剣があるぞ。ブロークンソード。装備。これかな？ウェポン。フィスト、ブロークンソード。ブロークンソードが圧倒的に強いね。ダメージ55。片手武器かな？セットってあるね。チェンジスロット。ロードアウト的に組み合わせを設定しておけるんだね。他にはルーン、魔法かな？アイテム、リング、キー、マテリアル、素材。まずは会話してみるか。あなたは俺を信じろと。問題が発生している。湖に毒がある？誰がばらまいたんですかね。さっき装備したけれど、これで殴れるんだ。これはアクティベート。なんだ？また仮面が。これはかがり火的な場所かな？それっぽいね。休むとセーブがされる。敵も復活すんのかな？ダーク組織かもしれませんね。お次はこっちか。早速敵がいますが。あら！あ、ダメージ食らった？私のライフは画面左上。敵は消えるようだね。キングスフィールドライクだ。エナジーブラスト。装備品かな？ルーン。インテリジェンスが必要なのかな？銃必要である。装備できない。現状は1だから無理だ。魔法使いにしてみようかね。樽も壊しそうだね。はっ。お金だ。ぬりゃー。はい。あれ。飛んできた。レベルが上がった。レベルアップしたら、さっきのかがり火の場所、戻る必要あんのかな？出会い。短いから、当てにくいんだ。やばい。なんと、セーブポイントから、レベルアップは反映されてない？やり直しなのこれ。なんかその可能性あるね。まずは対処法を学ばないとね、じゃあ。内容はランダムなのかなこれ。異なってますね、さっきと。まだ距離感がわかんないんだろうな。ほい！レベルアップ。一回戻ろう。セーブするんだ。ここで、レベルアップ。どれがポイント割り振りができる？じゃあ、インテリジェンス。魔法系上げてみようか。で、樽も復活してるね。敵も復活してるけど。これで初めは、レベル上げればいいのか。樽の中身を復活する。これは新しいな。このキングスフィールド形態はね。左はドア。閉まってんのか？開かない。反対側から開けられると。結構高いとこ、登れる感じだね。このゲームは。ジャンプが優秀である。橋を発見した。登ってみるか。
モーションは特に取らないようだが、あれ人かな。生存者はまだいるようだね。これはリングである。シーフ。物が盗めんのか。投げナイフ。投げ武器の威力が上がる。最大4つまでかな、リングスロットは。大丈夫か。シーフっぽいな。音声付き。しかし英語である。お金がどんどん集まるな。なんだ真っ暗。あ、コウモリか。この野郎、当たんね。なんだこれ。松明が必要って話か。これ行くためにはね。火がついて、ポイズンレイク。こっち強そうだぞ、さっきよりも。あ、移動が早い。勝て。うわー、危ない危ない。この野郎。うわー、飛び道具か。撃ってこない。今日時間かかるね。レベルアップ。これで使えるね。エナジーブラスト。LT で画面右上に紫ゲージ。出た。暗えー。あんまり効いてない。武器の方が今のところ強いまである。ここの敵の強さはなんかいるな。花マジみたいのが。うら。あ、全然来たね。やばいやばい。よりよりよりよ。うわー。あいつ強いぞ。いやー。助けてー。ここはちょっとしたアスレチックかな。なんだ、なんかできたよ。あ、なんか道が開いた。隠し通路みたいな。そういう感じか。これが、あ、足元にツインダガー。シーフ用の何か。へえ、面白いねこれ。隠し通路的な存在は。全然装備できない。お、明るい。なんかボスいそう。これいそうじゃないボス。この霧の感じね。行くぞー。あれ、ボスはいなかった。どっかの村に出ましたね。あなたはお金が使えそうだね。そろそろトレードウェポン。松明がある。これは必要でしょうね。ダークプレイス。なんかでかい蛇がいるんだけど。蛇の鍛冶屋。うわ。武器を鍛えられる。この壊れた剣も鍛えられそうだね。アップグレードプレイス50。あとはマテリアルズアマウント。持ってるっぽい気がするけど。せっかくだから鍛えるか。お願いします。さらにアイテムがあれば鍛えられるっぽいね。いずれ最強の剣になるかもしれない。この剣が。お、マスクチェック。ブランクマスクを生贄にする。リスタートオールスペンド。おー、なんか持ってることでなんかなれんの。転職システム。メモがあるね。なんか落としたポイズンレイクにポイズンルーン。中に入れんのかなこれ。まあ今セーブされたからね。入ってもいいんだろうけど。うわー、一発でアウトだ。はい、やった。魔法か。トキシックブラスト。威力的には155。しかし25のインテリジェンス。足りない。これで行ってみるか。うわー、でも暗いね。あとは初めの方にも暗い場所ありましたが、飛び道具撃つ何かが。なんだなんだ。ああ、魔法。こっちも飛ばしてみるけど。あんまり効かない。うわー！初めの村にいた。ここの人いなくなりましたね。移動したのかな。灯した方が多少先は見えるんだね。あいつやべえのいんな、まだ。魔法でやれるかな。うら、うわ、来た。この野郎。暗い。やった。倒した。反対側からこれが取れる。ライト。魔法かな。貯めて。お、ライト。どれくらい持つんだこれ。さらにタイムをつければ効果的だ。さあ本日はここまでですね。こちら気になる方はぜひダウンロードして遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。